おはようございます。僕は今福岡空港に来ています。突然ですが、飛行機は好きですか？僕はそこそこ好きです。福岡空港といえば全国トップクラスの利便性の良さで知られています。博多駅から10分ほどで手荷物検査場に行けるくらいに利便性が高い空港です。福岡市内の街中にあるので、市内に暮らしている人は毎日のように飛行機を間近に見ることができます。そんなわけで今回は福岡空港の周辺で飛行機がよく見えるおすすめの場所を紹介していきます。福岡に遊びに来た時の少しでも参考になれば幸いです。まずは福岡空港がどんな空港なのか簡単にご紹介します。実は福岡空港、日本一の過密空港とも言われているんです。国内の空港では羽田、成田、関空に次ぐ第4位の利用者数を誇ります。2023年度の旅客数はなんと2494万人。さらに驚くべきことに、これだけの人が利用しているのに、福岡空港には滑走路が1本しかありません。この規模の空港で滑走路が1本しかないのはかなり珍しいことなんです。発着便が多い上に、朝や夕方のピーク時には混雑や遅延が発生することも珍しくありません。1本の滑走路だけでこれだけの発着をさばいているため、これ以上の増便は難しい状況になっています。そこで現在進められているのが2本目の滑走路の増設。今月2025年3月には新しい滑走路が供用開始予定です。この新滑走路は現在の滑走路と並行して設置されます。ただ敷地の問題で2本の滑走路の間隔が狭いため、同時に離着陸することはできません。そのため発着回数の増加も現在の1時間あたり38回から40回程度にとどまります。とはいえ、新滑走路が運用されれば混雑の緩和や遅延の減少といった効果が期待されています。さて次に福岡空港の滑走路の運用について簡単にご説明します。福岡空港の滑走路は南向きと北向きの2方向があり、それぞれランウェイ16、ランウェイ34と呼ばれています。この番号は飛行機が進む方角をもとに付けられています。滑走路の向きは真北を基準に時計回りに360度で表される角度をもとに決まり、その数字の最後の1桁を切り捨てたものが滑走路の番号になります。例えばランウェイ16なら160度の方向に向かう滑走路、ランウェイ34なら340度の方向に向かう滑走路ということになります。つまりランウェイ16を使う場合、北側から進入して南向きに着陸、ランウェイ34を使う場合は南側から進入し北向きに着陸する、そんな違いがあります。福岡空港では基本的にランウェイ16が優先して使われるようになっています。これは優先滑走路方式と呼ばれるルールで、騒音対策の観点から比較的住宅地が少ない南向きでの運用が優先されるためです。とはいえ、どちらの滑走路を使うかは最終的には風向きで決まります。飛行機は風に向かって離着陸するため、風が南から吹いていればランウェイ16、北から吹いていればランウェイ34が使われるんです。そのため風向きが変わると1日の中でも離着陸の方向が変わることがよくあります。飛行機を利用するときに今日はどっちの滑走路が使われているのかなとチェックしてみると、ちょっとした発見があってより飛行機が楽しく感じられるかもしれません。そんな福岡空港ですが、市街地のすぐそばにあるため迫力満点の離着陸シーンを観察できるスポットがたくさんあります。それでは早速福岡空港周辺の飛行機観察におすすめのスポットを紹介していきます。僕が今いるのが国内線の展望デッキです。国内線の展望デッキは2層構造になってて結構広くてすごく見やすいので一番おすすめの場所ですね。福岡空港に来たらまず誰もが行く場所の一つではないでしょうか。福岡空港の国内線展望デッキは日本一飛行機に近い展望デッキとも言われる絶好の飛行機観察スポットです。目の前に遮るものがないため、飛行機の離着陸はもちろんゲートを離れるプッシュバックからタキシング、そして離陸するまでの一連の流れを間近で見ることができます。飛行機の見やすさはもちろん、開放的で整備されたデッキの快適さも魅力です。どちらの意味でも国内屈指の飛行機眺望スポットです。展望デッキには飛行機を眺めながらご飯を食べられるレストランもありますね。
さあ続いて福岡空港の国際線のターミナルにやってきました。続いてやってきたのは国際線の展望デッキです。国内線とは違って半室内の空間になっています。福岡空港の国際線は11の国と地域と結ばれていて、アジア各国を中心に様々な航空会社の飛行機の発着を見ることができます。国際線のターミナルの展望デッキは上は吹き抜けなんですけど、窓があるのでちょっと国内線とまた違った感じになってますね。国際線ターミナルは現在増改築が進められていて、2025年3月28日には新しいエリアもオープンします。国内線よりも比較的静かで落ち着いた雰囲気なので、ゆっくりと飛行機を眺めたい人にもおすすめの場所です。国際線は国際線でまた違った雰囲気になってます。さあ続いてやってきました。福岡空港の北側にある大井中央公園です。ここは福岡空港の北側なので、ランウェイ16側に入ってくる飛行機を間近に見ることができます。広めの公園になっていて、飛行機を見るにはすごくちょうどいい場所です。公園にはこんな感じの小高い丘もあって、飛行機が見やすい形になっています。北側の空港の前はこんな感じの空き地になってます。見ればわかると思いますが、飛行機と道路のこの近さ。空港北口にある空港通りは飛行機が真上を通過するので、すごい迫力があります。さあ続いて福岡空港の北側にある歩道橋にやってきました。ここからは飛行機が街の中を通り抜ける様子を間近に見ることができます。ここが福岡空港の南側にあるランウェイ34側の交差点ですね。この交差点の歩道橋からもよく見えます。目の前に見えているのが県道45号線。ここではランウェイ34を使用する飛行機の着陸シーンを真正面から間近で見ることができます。
右に見えている赤い装置は航空機を滑走路に誘導する ILS の一部でローカライザーと呼ばれています。滑走路の方向を示す誘導電波を発信していて、悪天候時の着陸で活躍します。後ろにこの野球のグラウンドがあるこの場所からもかなりよく見ることができます。この場所では離陸待ちする飛行機の行列を見ることができます。エンジンの轟音とガソリンの匂いがすごい感じられてめっちゃいいんですよね。なんか散歩しててすごく楽しいです。個人的にはやっぱり北側より南側の方が好きですね。さあ続いてアクション福岡というところに来ました。ここは福岡空港の東側にある公園で複合施設になっていますね。高台の上にあるので福岡空港を見下ろす形で見ることができます。これがアクション福岡ですね。このアクション福岡の隣にはちょっとした高台があるので、そこからも福岡空港を見下ろす形で見ることができます。アクション福岡の高台のところからだと福岡空港を広いエリアで俯瞰して見ることができます。望遠レンズのカメラや双眼鏡があればより迫力のある飛行機の姿を楽しめるスポットです。さあ続いて西鉄春日原駅に到着しました。この辺りは福岡空港に向かって旋回する飛行機がちょうど真上を通るって感じなんですよね。先に説明したように福岡空港では優先滑走路方式が採用されているため、通常はランウェイ16が使用されます。一方で北風の影響でランウェイ34が使われることも多くあります。ランウェイ34が使用されるとき、天気が良く空港が視認できる状況であればビジュアルアプローチが実施されます。これは管制官の指示のもと、パイロットが目視で地上の目標物を確認しながら最短距離で滑走路に向かう着陸方式です。ランウェイ34での着陸時は飛行機が大野城市や春日市の上空で旋回しながら最終進入コースに入ります。実際にフライトレーダーで確認してみると、福岡の市街地を通過して春日市と大野城市の間で旋回しながら福岡空港に進入していることがわかります。この時飛行機は最終進入コースに入るために大きく機首を傾けてターンするため、このエリアではダイナミックな旋回飛行を間近で楽しむことができます。春日原駅の近くにちょうどイオンがあるので、そこで見てみようと思います。大野城イオンの屋上にやってきました。この大野城イオンは本当にちょうど旋回する飛行機が真上を横切るっていう感じですね。ここに来るとよくわかるんですが、パイロットによってこのイオンを中心にして内回りだったり外回りだったりするので結構面白いです。次にやってきたのが牧野うどんの空港店です。この空港店はその名前の通り空港の目の前にあるんですが、展望台があってそこから空港を見ることができます。
こんな感じで望遠鏡も用意してくれているのですごくありがたい場所です。目の前の丸い物体は空港気象ドップラーレーダーです。このレーダーは風の急変や突風を検知して飛行機が安全に離着陸できるようサポートする装置なんです。中にはアンテナが入っていて電波を発射して風や雲の動きをリアルタイムで観測しています。ということで今回は福岡空港の飛行機がよく見えるおすすめスポットを紹介しました。やっぱ飛行機ってかっこいいですよね。皆さんの好きな飛行機、ぜひ他におすすめのスポットとか飛行機の好きなところとかあれば教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。